皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まってから5ヶ月以上が経ちました。この間いろいろあったわけですが、現在のところロシア軍による進軍はかなり停滞をしています。それに伴って現在の戦況について今日は解説をしていこうと思います。まず第一に、ロシア軍の死傷者数は最大で7万5,000人に達していると欧米側が発表しました。これは死傷者ですから、死者と負傷者全体を合わせた数に過ぎず、また推測値でしかありません。ロシア軍は兵士がどれだけ亡くなったかについては完全に口を閉ざしており、正確なところ一体どれだけの人数が亡くなっているかは分かりません。しかし、少なくとも推測値においては、かつてソ連がアフガニスタンに侵攻して10年で死者が1万5,000人程度だったことを考えると、現在でもすでにその数値を超えているのではないかと言われています。それだけ激しい戦いが起こっているわけです。これだけの犠牲を払いながらも、ロシア軍は明らかにウクライナの攻略に失敗しています。現在のところ確かに占領地域を確保してはいますが、この占領地域を今後も維持し続けることは相当に厳しいでしょう。なぜならば、ウクライナ軍の戦力は侵略された側にもかかわらず、少しずつ増強され続けているからです。というのも、NATO 各国からの兵器供与といったものが続いているからです。このような外国勢力による軍事支援があることによって、その国が持ちこたえて超大国を打ち破るという例は、先ほども名前を挙げたソ連によるアフガニスタン侵攻。この時もアフガニスタンには、イスラム教文化圏からの資金援助とともにアメリカの CIA を通じた武器支援といったものがあって、ソ連の侵攻というものを結局のところ最終的には撤退に追い込みました。逆の例でアメリカが前面に立ったベトナム戦争においては、北ベトナム軍には共産主義陣営が後ろからかなりの支援を行い、さらにはベトナム軍には名将と、そして非常に苦しい戦いを戦い抜いたというベトナム人の国民性もあって、最終的にはアメリカ軍を打ち払うことができました。現在の戦いというのはそうした意味においては、アフガニスタンの初期であったり、もしくはベトナム戦争の初期の段階かもしれません。攻め込まれている側の方が押されているわけですが、長期で見れば、いずれは攻めている側の方が逆に占領地域を維持することができなくなっているであろう、そのようなシナリオが見えてきているわけです。そのような兆候を示している一つの情報というのは、まずは砲撃戦における戦力の拮抗です。これまでロシア軍は旧ソ連時代の兵器弾薬を投入することによって圧倒的な数の火砲とそして弾薬というものを用いてウクライナ軍を圧倒してきました。東部戦線における砲撃戦の戦力比が広がった時には、ウクライナ軍1に対してロシア軍は10という苛烈な攻撃を加えることができていたわけです。そのためにウクライナ軍は東部戦線においてはじりじりと後退を迫られました。それによりルガンスク州は陥落しました。ところがここ最近はどうなっているかといえば、ハイマースの供与を受けたウクライナ軍は NATO 各国からの情報提供をもとにして的確にロシア軍の武器弾薬庫に対する遠距離攻撃を実施し、それを成功させています。それに伴ってロシア軍の武器弾薬庫は連日のようにどこそこが大爆発をしていますよという動画が次々とインターネット上で公開される事態へと発展しています。これに伴ってロシア軍の兵器弾薬庫は前線より100キロ程度後方に位置するまでに押し戻され、それに伴う兵站の負担というものは明らかにロシア軍の動きを悪くしています。それに伴って現在の砲撃戦のその戦力比については、ほぼ互角か、もしくはロシア軍の方が劣勢に立っているのではないかと言われています。一番激しい時期砲撃を受けていた経験があるウクライナ軍兵士によれば、もはやここは天国だと言われるほどにロシア軍の砲撃は減り、逆にウクライナ軍側の方が激しい砲撃を加えているというのです。このようなことになっているのもやはり西側諸国からの兵器の支援が非常に継続的に行われているからです。ウクライナ軍がもともと持っていたロシア軍系の兵器というものは弾薬がかなり底をついて、一時は1日1000発程度しか使えませんでした。しかしここ最近におけるウクライナ軍の砲撃の頻度というのは1日5000発から6000発まで回復しているというのです。
ここまで数を持ち直すことができたのは明らかに NATO 規格の自走砲や榴弾砲といったものが提供され、それらが稼働しているからです。これに伴ってロシア軍はやすやすと前進することができなくなってきているというわけです。さて、ここまでがロシア軍本格侵攻に伴って5ヶ月の主な経過状況です。さて、それでは直近の戦況についても見ていきましょう。ここ最近、東部戦線においては戦線が膠着しているのとは対照的に、現在は南部戦線におけるウクライナ軍、ロシア軍の攻防といったものが激しくなっています。その中においても注目すべきなのはやはりドニエプル川にかかっている補給路をウクライナ軍が断とうとしている動きです。ドニエプル川は大きな川で、この川を車両が渡れる箇所というのは3箇所。橋が2つに鉄道橋が1つです。前回の動画においては橋が攻撃されて使えなくなっているよという話を皆さんにお伝えしましたが、鉄道橋についてもウクライナ軍によるハイマースによる攻撃が確認されました。その損傷具合についても写真と動画が公開されており、破損の状況を見ると鉄道を使った前線への物資の補給や兵器の輸送などはしばらくの間はこれでは無理でしょう。この地域においても連日のように弾薬庫が爆発しているというニュースがあるわけですが、今日もまた同じようにして弾薬庫が大爆発しているというニュースが流れています。ハイマースから見た場合、最大射程距離に当たるような場所にあるため、ロシア軍としてはまた油断していたのかもしれません。大きな爆発を伝える映像がインターネット上に公開されています。そして兵器供与が続いているという意味では、アメリカ軍の提供した多連装ロケットハイマースが非常に有名になっているわけですが、ドイツからも多連装ロケットである MLRS が提供されていることが発表されました。こちらの方はハイマースよりも前の世代のものですが、しかし搭載できるミサイルの数については2倍ありますから、一度の攻撃でより大きな被害を与えることができます。またこれに合わせてウクライナに提供することを以前から表明していたゲパルトの現地への到着、さらには追加で自走砲パンツァーハービツェ2000の到着も発表されており、ドイツ軍が粛々と兵器を供与していることが明らかになっています。しかし全般的に言えばアメリカに次ぐ経済規模があるドイツは明らかにウクライナに対する兵器供与は遅い、もしくは少ないといったことをよく批判されるものです。そんなドイツが打ち出した次の兵器供与といったものが架橋戦車ビーバー16両というものです。架橋戦車というのは幅20メートル程度の小川やもしくは塹壕の前などに対戦車号などがあれば、これを越えるために橋を渡すという特殊車両です。架橋戦車ビーバーの渡す橋というのはおおむね60トン以下のものであれば通ることができ、ウクライナ軍の使っている戦車はおおむね40から50トン程度ですから、このビーバーを使うことによって小さな川などちょっとした障害物を乗り越えて作戦を展開することができます。ただし、なぜドイツがこのような特殊車両をウクライナに渡すことにしたかといえば、現在のドイツの主力戦車であるレオパルド2のその重さというものが60トン以上で、この架橋戦車ビーバーでは対応できないという問題があるからです。つまりこの架橋戦車ビーバーは自分たちには使えないんだけど、でもウクライナ軍だったら使えるよねという、そうした位置にあるものなのです。ちなみに対戦車号というのがどういったものかといえば、塹壕の前などに戦車がはまってしまうような号を作ろうというものです。もしもこのようなものがあるのに気づかずに戦車が近づいてくれば、この号に落ちてしまって身動きが取れなくなってしまうというわけです。そしてもしも対戦車号がない塹壕というものがあれば、どのようなことになってしまうかといえば、この映像にあるように簡単に乗り越えられてしまいます。当然のようにこのように蹂躙された号というのは簡単に攻撃されてしまいますから、守備部隊は全滅の受け目に遭ってしまうというわけです。このほかドイツの動きとしては、パンツァーハービッツェ2000の100両の販売をウクライナに認めるということを発表しています。しかしこれはあくまでも販売を認める、つまりお金を出してくれたら売ってあげますよということであり、これからお金を受け取った後製造するということになるので、今年は絶望的ですし、来年になってようやく作ったものが届き始めるといったレベルで、非常にドイツのやり方としては実際には役に立たないものだと言えます。これに対してメーカー側が政府に申し出ていたプランといったものがあります。それは現在
ドイツ軍が保有しているパンツァーハウビッツェをウクライナへ送り、その補充分をメーカーに発注してくれれば、それでどんどん作りますよという提案です。この方法であれば、圧倒的に戦力が早く戦場に届くわけですから、メーカー側の言っていることの方が私には理にかなっているように思います。しかし、ドイツ政府としてはそのような方式は取らずに、自走砲は少数を送るだけにとどめる方針のようです。ただし、このような方針というのは、ドイツの連立与党内においても批判の声があるそうです。これに対してドイツのシュルツ首相がどのように言っているかといえば、戦争がないことを前提にしてこれまでは軍事予算を削ってきた。これはメルケル政権下における結果であり、自分は悪くないといった話などをしています。この発言それ自体はシュルツ首相ではなく報道官が行ったものということですが、実際問題ドイツの現在の政権としては本音の部分でしょう。メルケル政権では NATO に加盟している関係で NATO に参加する部隊については装備も訓練もちゃんとするんだけれど、それ以外の部隊についてはもはや動かない、平和な時代においては無用の長物だという考え方があって、お金を割り当てないといったことが日常化していたそうです。そのため大型兵器の稼働率は異常なほどに下がったといったことが、災いしてウクライナに供与する兵器そのものについても当てがない状態になってしまったというのです。実際のところどうなのかについては確認はしようがありませんが、そのようなドイツ軍の防備が整っていないという話をするからにはそれなりの現実があるのでしょう。何にしてもドイツの経済規模から考えれば、ウクライナ軍の戦力の増強といったものはもっと早くに実現していたと思います。じゃあ、だからといってドイツ軍の兵器供与が全く無駄かといえばそういったわけではありません。架橋戦車ビーバーにしても基本的にはあまり守りには役に立たない兵器です。しかし、これから反転攻勢をするというのであれば、橋のないところに橋を架ける、こういった進軍ルートの開拓というのは、作戦に大きな幅をもたらすものですから、とても有用なものとなります。また、前回の動画でも述べましたが、ヘルソン州におけるドニエプール川、このドニエプール川の東と西を分ける橋をめぐる戦いといったものは実際に始まりました。ロシア軍は橋を攻撃された後においては浮き橋を用意して違うルートでの補給路を確立しようとしています。これに対してウクライナ軍も攻撃したというニュースが流れていますから、やはり私の見た通り、ドニエプール川をめぐっては橋が壊されたら直している間に補給が止まっている。その間にロシア軍を叩くといったことを繰り返すようなことになって、少しずつロシア軍を追い込んでいくと思います。なお、これに関しては動画へのコメントで橋を落としてしまったら、ウクライナ軍がそこまで進んできた時にドニエプル川を渡ることができないではないかと心配している人もいました。しかし、その点についてはあまり気にする必要はないでしょう。なぜならば、ロシア軍の方には精密誘導兵器がすでに枯渇していると考えられます。ですから、橋を狙って攻撃しようと思っても、ロシア軍の攻撃は川に落ちる可能性の方が高いのです。ですから、橋まで到達したウクライナ軍は、その周辺のロシア軍の武器弾薬庫を破壊して、その上で砲撃戦を挑めば、ロシア軍側から橋を攻撃する戦力を確保することが難しいかもしれないのです。ですから、悠々と橋を直して、ドニエプル川を渡れる日というのもそう遠くないように私には思います。とはいえ、ここで言うそう遠くないというのは別に明日とか来週とか来月とかその程度の短い期間ではありません。すでに本格的な侵攻が始まったから5ヶ月が経ちましたが、この時間間で言うと、ウクライナ軍の本格的な反攻作戦、その成果が現れるのは秋季攻勢という名前をつけることになるでしょう。ですから、この戦いというのは別に今年で終わるというわけではなく、来年も続くぐらいの気持ちで見ていた方がいいと私は思っています。もちろんそれまでにロシア軍が値を上げる可能性もありますし、また逆に言えば全く違う要素をもってしてこの戦争が展開する可能性もあります。それは地獄のシナリオです。地獄のシナリオとは一体何かといえば、それは核兵器を通常兵器として多用するというシナリオです。これは20世紀の時代からすでに言われていた最悪のシナリオなわけですが、全くの絵空事かというとそういったわけではありません。核兵器は通常兵器として使えるというのは、例えばアメリカ軍においてはマッカーサー司令などがこの作戦案を持っていました。日本に対して核兵器を使って攻撃したというのは私たちにとってはもはや歴史の1ページなわけですが、マッカーサーはこういった核兵器をもっと使うべきだという考えを持っていました。
その後起こった朝鮮戦争においても、核兵器を用いて戦局を有利にしようと考えていたことは後に明らかになっており、核兵器を通常兵器として使えば圧倒的に戦況を変えられるという考え方は現代に蘇ったとしても別に不思議ではないわけです。何しろウクライナは別にどこかの国と同盟を組んでいるわけではありません。ですからウクライナに対する核兵器を通常兵器として数々投入してあっという間に戦局を覆してロシア軍がウクライナ全土を制圧するというシナリオもないわけではないのです。ただしそのような策に出るかといえば確率としては低いとは思っています。そのような策をロシア軍が取らなければ、基本的には徐々に戦力が充実してくるウクライナ軍と、徐々に兵士と兵器の質が下がり続けるロシア軍という、この構図それ自体は変わりませんから、長期戦になればなるほど、ウクライナ軍にとっては有利な状況が生まれるというのが私の見立てです。というわけで今回の動画はここまで。ロシア軍による本格的な侵攻が始まってから5ヶ月が経ち、現在の戦況についてのざっくりとした解説と見通しなどについてのお話をしてきました。戦争というのはあっという間に終わるものではなく、非常に緩やかな変化を伴って長く続くものです。ですから戦況を見る私たちもそのようにじっくりと腰を据えて、戦争というものが簡単に終わるものではないという現実を見ることにしましょう。そうしなければ戦争という現実が起こったとしてもそう簡単には止められないんだというこの事実を受け止めることが安全保障問題を考えるときには非常に重要なキーワードとなるからです。といったわけで今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。